なあ、ガブリアスの自信なら倒せたんか？フライゴンさん。フライゴン。剣立てじゃランドロスもガブリアスもいないって。お前、喜んでたじゃねえか。なのにどうしてだ？どうしてお前は剣立ての対戦環境で全く見ないんだ？素早さ種族値100。これは剣立てではかなり速い部類。フライゴンさんが使われない理由なんてないはずなのに。攻撃種族値が進化前のナックラーと同じ特殊火力も全く足りないドラパルトが上位互換っぽい決して高いとは言えない耐久そもそも地面技がそれほど通る環境でもない。めっちゃ理由あったー。私は勘違いしていたのかもしれない。フライゴンさんはガブリアスやランドロスの劣化などではなく、単純に弱いから使われないだけでは？それ一番傷つくやつやんけ。というかランドとガブは消えても、数値も技範囲もあるドラパルトが出てきたので役割取られちゃってる気はします。しかもランドもガブも近いうちに戻ってくるじゃねえか。絶望。今まで散々言われてきたのに剣立てでもあまり強化されなかったフライゴン。今日は彼に頑張ってもらおう。今回はトゲキッス以外にそこそこ通りがいいので出していきたい。ドリューズとロトム以外に強いジュラルドンさんと、色々便利なタスキガルドさんを添えて出陣かな。フライゴン3剣立てにいち早く内定したのに、強化されたのが出会い頭の習得だけってのは悲しいですね。なんなら羽休めとか没収されてるから、強化と呼べるのかもわからねえな。さあお相手の初手はヒヒダルマ。まあこれを読んでの初手フライゴンよ。と言いますと、最近のヒヒダルマってサザンドラの大文字を耐える調整がされてるんだけど、このフライゴンさんはバカ力持ちなのでそんな耐久調整は無意味。さらにヒヒダルマの素早さ種族値95に対してフライゴンは100。こちらもスカーフ持ちなのでスカーフダルマも当然抜けてるんですわ。ほほう。フライゴンにできてドラパルトやサザンドラにできないこと。それは、ヒヒダルマを打ち抜くことなんだよな。おら？おう。やはり大文字は意識されてもバカ力は警戒されませんね。はい、活躍したので動画ここで終わりでもいいか？いや、こんな奇襲だけで活躍したなんて言わせませんよ。恥をさらす前に動画を終わらせたいんだぜ。まだ対戦2ターン目なんですけど。さあお相手の2体目は AP。スカーフフライゴン見てトゲキッスが来ないってことは、これトゲキッスいないな。トゲキッスがいれば悪巧みを積むチャンスですからね。となると3体目のダイマックスエースはドリューズでしょうか。AP って大体フェアリー技あるしここはガルドさんに交代かな。フライゴンさんはドリューズ用にまだ取っておきたいし。ギルガルドさん降臨です。種族値とキングシールドが弱体化されてもなお使われ続けるガルドさん。削った種族値フライゴンさんにあげてくれ。この AP メガネ持ちだな。さすがにダメージ入りすぎてますね。この場面は AP 切ってくるか裏に引いてくるかなんだけど。とりあえずシャドウクローでいいか。ドリューズやドヒドイではこっちの裏でなんとかなるし、ガルドさん素早さに振ってるからブラッキーが来てもインファイト叩き込めるし。ダイマックスー。しまった普通に無警戒だった。何やってんだ？これかなりヤバいっすよ。いやだって普通ドリューズかトゲキッスのダイマックスを警戒するし、こっちの3体目が具足武者だったらその AP、出会い頭でワンパンなんだが、でも具足武者さんいないんですよね。はい。ダメじゃん。まさかのダイマックス無警戒という、剣立て発売初日みたいなプレイングでガルドさんを亡くなりに。すまねえガルドさん。くそー、マジで AP のダイマックスは無警戒だった。周返しされちゃいましたね。おかげでお相手の3体目が全くわからん。けどドリューズのことを考えるとジュラルドンさんより、フライゴンさんにダイマックスを切った方が良さそう。でもダイマックスするとスカーフの効果がなくなって、AP に上取られちゃいます。一旦トンボ帰りでジュラルドンさんをクッションにして、ダイマックスターンを枯らそうか。お、結構いいダメージ入ったな。AP も物理耐久はペライですからね。ジュラルドンさん降臨です。頼む、ジュラルドン。お前の特防が低いのは十分知っているが、一発耐えてくれ。うおー。耐えた。よっしゃー。これでお相手のダイマックスターンを枯らせます。よくやったぜジュラルドン。さああとはフライゴンさんで締められるかどうかですが、実質フライゴンさんでの3立て劇場をお見せしないとな。ただお相手の裏次第っすね。トゲキッスはまあいないとして、ドヒドイデかドユーズなら簡単に勝てそうですが、ブラッキーならなんとも言えませんね。一応 AP は地震で落ちる HP だし、裏の通りも考えると地震が一番安定かな。おっとお相手はここで交代。うわぁ、引けるってことは、ブラッキーだよな。AP ブラッキー選出でしたね。ブイズアンチの私に喧嘩売っとんのか？突っ込むとこそこじゃないでしょ。そろそろブイズパに勝ってくださいな。任せろ。確かにブラッキーはあくびで眠らせてくるポケモンだけど、お相手さん自分でミストフィールド張っちゃってるからな。これでフライゴンさんは眠らない。
お前特性浮遊やんけ。今更浮遊だからミストフィールドの恩恵は受けられず、当然あくびで眠ります。あ、思い出したぞ。どうしたんですか？前回の動画であくびをトゲキッスの大フェアリーで防げよってコメントがたくさんあった。浮いてるポケモンはミストフィールドの恩恵を受けないぞ。ドヤ顔で言ってますけどあんたちょうど浮遊忘れてましたよね？ていうか今日のパーティー浮遊のポケモン多いな。今それどころじゃなくないっすか？とりあえず私たちにできること、それはお相手があくびを持ってないことを祈りながら、最大打点のダイナックルを打つことだけなのだよ。結局お祈りプレイングかい。ダイマックスフライゴン参降臨です。フライゴンよ、お前の恐ろしさを知らしめる時が来た。いやもうこれフライゴンさんの実力というよりは、相手があくび持ってるか次第です。さすがにブラッキーの硬さじゃ一発で貫けないし。神様仏様ガブリアス様。あくびだけは勘弁してください。神様も仏様もガブリアス様も許してくれませんでしたね。私とフライゴンさんが一体何をしたって言うんだ。何もやましいことなどしたことないのに。あれ、覚えてないんですか？あんたウルトラサンムーンの時、フライゴンでランドロスとガブリアス倒すって言ったきり失踪しましたよね？全然覚えてないです。たまに視聴者様からあれどうなったっけって質問来ますよ。それから逃げた罰でしょう。なんで無反応やねん。ちゃんと逃げてきた企画を生産しろよな。うつろいど VTuber 計画とかね。知らん私は何も知らん。過去を振り返るな。前だけにやがれ。こいつ開き直りやがった。さあ試合に戻ると、フライゴンさんはダイナックルで攻撃が2段階上昇ですが、このターンで寝てしまいます。えらいぺちゃくちゃ喋ってた割にターン過ぎてないな。ダイマックスは試合のテンポが遅くなりがちですからね。フライゴン、何寝てんだよ。お前のガブリアスとの数少ない差別化ポイント。浮遊が足引っ張ってんじゃねえか。フライゴンさんの良さを伝えるはずが、逆になってませんかね。でも攻撃2段階上昇してるから、ここで最速置きさえすれば、この HP のブラッキーも AP も自信で落とせる。神様仏様ガブリアス様、どうか私たちを、勝利に導いてくれ。くそー。守るもあるので確実に回復されるし。どう転んでもブイズに負け続けるポケモン実況者の恥。許せねえよブラッキー。それではお相手さん、対戦ありがとうございました。結果だけ見れば不足武者さん出しとけばイージーゲームだったかな。エピブラは虫技の通りがいいですからね。ほんとブイズパは許してはいけない。可愛いポケモンに負けて私が恥をかくだけだ。完全な逆恨みです。さて、今回のお相手さんだけど、ドラパルトとラプラス以外にはまたまたフライゴンさんの通りがいいっすな。できればさっきみたいにヒヒダルマを奇襲したいですね。ドラパルトやラプラスに対してストッパーになれるタスキガルドさんと、先制技とクッション性能でかき乱せそうな具足武者さんも言っとこうかな。そういやフライゴンさんの習得した先制技で相頭は、もともと具足武者さんの専用技だったんですよね。そう、なぜかフライゴンさんは卵グループが虫だから、なぜかもらえちゃった技ですわ。剣立てからやっとドラゴンの卵グループにも入れてもらえたんですよね。ということで今作からはフライゴンさんもドラゴンを名乗れます。マジで今までなんだったんだ。それではお相手さん、対戦よろしくお願いします。さあお相手の初手はオノノクス。誇り高きドラゴン対決です。いいよなオノノクスは、イジチャンピオンアイリスの相棒枠だもんな。フライゴンさんを見ろ。放炎四天王の相棒にすらなれなかったんだぞ。やめて、フライゴンさんのライフはもうゼロよ。ちなみに放炎四天王源氏の切り札はボーマンダです。とはいうものの、オノノクスの素早さ種族値97に対してフライゴンさんは100、埋められない3の差を味合わせてやろうぜ。ここは一応タスキも警戒してトンボ帰りから入ろう。ドラゴン技はガルドさんで受けられますしね。おっとしかしお相手さん交代ですか。さすがにドラゴンの序列を分かっているようだな。ドラゴンの序列ではなく素早さの序列です。ちなみに合計種族値はオノノクスの方が20高いですね。しかしこのようにオノノクスやヒヒダルマの上から動けて、トンボ帰りで対面操作できるドラゴンが他にいるでしょうか。ドラパルト。そう、いないのです。さてフライゴンさんのおかげで完璧に有利な対面も作れたし、特に裏から受け出せるポケモンもいなさそうだから、ラプラスにインファイトをぶち込んでいこうか。スカーフドラパルトだったらオノノクスのタスキの心配もせず、ドラゴンアローで倒せたと思うんですけど。黙っとれー。あんまりだ。まあ確かに対比ヒダルマはドラパルトじゃなくてフライゴンさんなんですけどね。そういうことを言ってればいいのだ。言論統制かな。さあお相手はラプラスにダイマックスを切ってきました。まだラプラスの巨大マックスは解禁されてないけど、これが解禁されたらランクマッチの環境は大きく変わるだろうな。殴りながらオーロラベールを張るチート技が使えますからね。ここラプラスさすがに大アイスは打てないと思うんだよな。大アイスだとあられが降るのでタスキ貫通しちゃうかもしれませんが。インファで特防も下がるからな。
おお、大ストリーム。よしよし、これでもう一発インファが入るぜ。大マターンも稼げてお得ですね。そういやさっきのオノノクス。実はオノノクスも剣立てから出会い頭を習得したんですわな。あれ、でもオノノクスの卵は虫じゃないので、具足武者さんからは遺伝できませんよ。そう、オノノクスの卵はドラゴン。そしてフライゴンの卵も新しくドラゴンに追加。これが何を意味してるかわかるかね？まさか。オノノクスが出会い頭を覚えるためにフライゴンさんはドラゴンを与えられた？そう、ゲイフリがフライゴンをドラゴンと認めたというよりも、オノノクスを強化するために仕方なくドラゴン認定した可能性まである。フライゴンさんの人生が壮絶すぎる。その説が正しければゲイフリはフライゴンさんを強化する気なんて全くないんじゃ。ああ、強化する気がないってのはここ10年の歴史が証明しているぞ。かわいそすぎる。そんなこの対戦環境を見返してやろうぜフライゴン。ここは大ナックルで火力を上げていこう。大巻きればオノノクスの激鱗も耐えますね。一戦目は惜しかったけど、今度こそフライゴンさんの恐ろしさを教えてやろうぜ。恐ろしさ。ロシアは恐ろしや。は？なんか唐突に言いたくなっただけなので忘れてください。激サムギャグすぎる。全部氷タイプのラプラスのせいだ。よーしラプラス突破。さあここからフライゴンさん無双を見せてくれるのでしょうか。そういや前回の白ナパの動画で、ガブリアスの代わりはジャラランガよりもフライゴンのがいいでしょってコメントが、20件くらい来てたわけだけど、確かに同じタイプですしね。そんな超絶面白い発想が私には思いつきませんでした。正直でよろしい。でもあのパーティーならジャラランガさんよりフライゴンさん入れた方が、絶対強かったと思うんだよな。早いだけでも入れる価値ありまくりだぜ。ジャラランガさんの立ち位置がどんどん落ちてゆく。さてフライゴンさんで3立てと行きたいところなんだけど、大マックス状態だとスカーフの効果が発揮されなくて、スカーフ火だるまに上から貫かれてしまう。だからここは一旦具足武者さんで受けようかな。フライゴンさんと具足武者さんはまあまあ相性補完がいいですね。具足さんの苦手な電気と岩もフライゴンさんは半減以下です。だるまの攻撃で危機回避が発動しても、今度はスカーフフライゴンさんでバカ力を打ち込める。まあつらら落としなら危機回避は発動しないだろうけど。鉢巻き持ちでも耐えてそうないい耐久してますね。じゃあ見せていこうかな、本家の出会い頭。高耐久の具足さんでヒットアウェイをしつつ、フライゴンさんを安全に出して上から叩くってのが、今回の構築でやりたかったことですね。さあオノノクスに引いてきてもこちらは命の玉持ちなので、多分受けきれないと思うぞ。これが本家の出会い頭じゃー。ほら恐ろしく速い人を、私じゃなきゃ見逃しちゃうね。あんたそれ以前の具足武者動画でも同じこと言ってますよ。ワンパターンまんじゅうってのがバレちゃったか。お相手さんで相頭と悪事なら耐える読みだったんだろうけど、あいにく玉持ちだし不意打ちもあるので、オノノクスごとと敵じゃないんだよな。オノノクスが出会い頭持ってたとしても、危機回避からフライゴンさんで勝ててましたね。あれ、玉ダメで危機回避発動しなかったか。もう一発不意打ちを火だるまに入れれます。どうしました？普通にスカーフだるまなら具足武者さん切って、フライゴンさんで締められるんだけど、万一こいつがタスキ持ちなのを考えると、具足武者さんの先制技で処理する方が安全な気はする。玉ダメで危機回避が発動するので、具足武者さんで締める場合はフライゴンさんを切る必要がありますね。勘違いされたくないのは、これは決してフライゴンさんをないがしろに扱ってるわけじゃなくて、フライゴンさんがいたからこそ火だるまにもオノノクスにも有利に立ち回れたんすわ。決して具足武者さんが強いだけの試合じゃないってことですね。具足武者さんが受けたダメージの乱数次第では、フライゴンさんが締めるルートも確実にあったんだぜ。マジでかませ犬に見える出し方でごめんな。タスキ持ちのだるまも脅し火だるまも一定数いるので仕方ないです。まあここでつらら落としならタスキじゃなさそうですけど。本当にお前のおかげで勝てた試合だったんだぜ。そう見えないところが残念です。危機回避は使いづらいっていう人多いけど、玉ダメで臨機応変に対応できるので私は結構好きかな。先制技豊富でうまく調整されたポケモンですよね。フライゴンさんもこれくらい調整してやってほしいぜ。ここでお相手さんは降参。対戦ありがとうございました。ってことでフライゴン会でした。お疲れっす。ドラパルトの劣化にならないようにするのが結構難しくは感じたかな。DLC でランドやガブも戻ってきますが、フライゴン3巨大マックスとか新しい教え技とか習得できるといいですね。次回はそろそろジャラランガさんが出番なくて切れそうだから、ジャラランガさん出るといいな。出すか出さないかの選択権持ってるのお前なんだから、出しますって言えよ。さすがに確約できないじゃん。お前本当に出す気あんのかよ。へへへ。へへへじゃねえ。それではまた次回の動画で、ご視聴ありがとうございました。また見てね。